ちは菅の血と新たな神よヤマタノオロチを退治し、その尾から現れた神剣雨の村雲の剣、それは神々の力が宿る特別な剣であった。スサノオノミコトはこの剣を持って高間ヶ原にいる姉アマテラス大神への贖罪の印として献上することを決めた。かつて岩戸に隠れさせてしまったあの出来事、自らの暴走の結果生まれた闇、その全てを償うために彼はこの神剣を携えアマテラスのもとへと向かい、陶器妃の罪を静かに許しを請うた。アマテラスはその剣を静かに受け取り、わずかに微笑んだと伝えられる。それは二人の長い確執に一つの区切りがもたらされた瞬間であった。そして櫛灘姫を救ったスサノオノミコトは妻となった彼女と共に出雲の地を巡る旅に出た。彼の心にはもはやかつての荒ぶる姿はなく、ただ静かに新たな生活の場を求めて歩みを進めていた。いくつもの山や川を越えたその果てに彼らは一つの美しい地へとたどり着く。風は穏やかに草を揺らし、遠くに見える山々は夕日に照らされ、まるで神が祝福するかのような景色が広がっていた。その地に立ったスサノオノミコトは空を見上げてつぶやいた。ここは心がすがすがしい。この言葉からその地は菅と呼ばれるようになり、彼はそこに宮殿を築くことを決めた。木々を切り石を運び土を鳴らし、スサノオノミコトは自身の手で一つ一つ整えていく。それは彼にとって神として初めての創造であり、かつての破壊の神ではなく守り導く神としての第一歩であった。やがて宮が完成したその日、彼は一種の和歌を詠んだ。役も立つ出雲八重垣、妻込みに八重垣作る。その八重垣を櫛灘姫を守るために築いた八重垣の宮、その場所は二人にとって新たな出発の地となった。スサノオノミコトはもはやただの荒ぶる神ではない。妻を思い家を築き人々と共に生きる神となった。そしてスサノオノミコトと櫛灘姫の子孫からはやがて大国主の神が生まれる。そして彼はスサノオノミコトの娘スセリビメと運命的な出会いを果たすこととなる。次回第9話、大国主の神と試練の始まり。